皆さんこんにちは。すいませんね。ちょっと何日間かね、体調崩しちゃってダウンしちゃって、ちょっとね、顔が痩せこけて、またね、どんどん顔が伸びてきちゃったんですけど、そんなことは置いといてね、なんかまたね、コロナとか夏風邪がすごい流行ってるから、みんなマジで気をつけてください。はい、で、今日はですね、ダークウェブの深掘りについて紹介していきたいと思います。みんなね、ダークウェブって聞いたらもう結構有名だからもう知ってるよって感じでしょ。なんかやばい領域、犯罪とかいろんなことが行われてるやばい領域で、でもそれは都市伝説だから、実際はどうなのみたいな感じで、はっきりしてないじゃないですか。今日、その辺をがっつりね、深掘ってはっきりさせていきます。ダークウェブ、実際にどんなことが行われていたのか。これはある意味都市伝説ではなく、リアルのね、ダークウェブの実態になっています。僕がね、闇の時代の時にね、軽くね、ダークウェブの動画を作ったんですけど、一応ね、おさらいしておくと、みんなが日常的に使っている Google とか Twitter とか、そういったサイトはね、Surface Web という直訳するとね、インターネットの表面部分になります。Google で検索したら、普通に出てくるようなサイトのことですね。そのように表の世界があればもちろんね、裏の世界もあると。そう、みんなも知っているようにインターネットの深層部分にはディープウェブという領域があります。ディープウェブには通常のウェブ検索ではヒットできないようなサイトが存在していて、インターネット全体の 90% を占めているとされています。結局表はね、ほんの氷山の一角で、裏がね 90% を占めるって感じですよね。脳内と一緒で、結局表の世界を形成しているのがその9割にもなる裏の世界。こんな膨大な量のね、ウェブサイト、何のためにあるのかというと、僕たちも日々使っているようなログインパスワードで守られているメールサーバーだったり、銀行口座情報、その他にも政府や企業のデータだったりと、シンプルに言うと通常のね、検索ではヒットできない領域の部分ですよね。そしてインターネットの世界をより深く潜っていくと、ダークウェブという領域にたどり着きます。ダークウェブはディープウェブの一部なのですが、特別なソフトをね、使用しないとアクセスできない隠された領域になります。そしてこの特別なネットワーク領域では、多くの場合訪問者の IP アドレスがウェブサイトから隠されているので、コンテンツにアクセスする際の匿名性保持、追跡回避が可能なんです。なんかイメージ的には悪いことしてもバレないという感じですよね。そんなダークウェブ、悪質なやり取りがね、たくさん行われているイメージかもしれませんが、その中はね、いろんなものがね、混在していて、プライバシー確保の用途で使用される合法的なサイトなんかもあるんですね。Tor というソフトを使ってダークウェブにアクセスすることができるんですけど、正直みんなそんなことはどうでもいいですよね。みんなが気になるのはダークウェブ内で行われている恐ろしいやり取りですよね。はい。実際ね、その180度裏の世界ではどういったことが行われているのか、ダークウェブをめちゃくちゃ有名にさせたある事件がありました。シルクロード、インターネットブラックマーケットの存在、LD コインなどの禁止などの不正販売闇市だったシルクロードは2011年に開設され、ドラッグの Amazon とも呼ばれていました。ドラッグ以外にも海賊版コンテンツや盗まれたアカウント情報やクレカ情報、ハッキング技術なんかも販売されていたみたいで、2013年7月に FBI がシルクロードのサーバーへのアクセスに成功したことで、同年10月に運営者だったロス・ウルブリヒトを逮捕。彼は資金洗浄、コンピューターハッキング、不正身分証明書の不正取引、不正取引の共謀などで有罪判決を受け、仮釈放なしの終身刑となりました。これだけ聞いただけでもどれだけね、やばいサイトだったのかは明らかですよね。これね、実際にインターネット上で行われた犯罪で最もね、厳しい判決が下された事件なんです。シルクロードは2013年の時点で95万7079人の登録ユーザーがいて、思ったより人数多いっすよね。97万ユーザーってどんだけみんな不正取引してんのって感じなんですけど、そのね、歴史ちょっと振り返ってみると、2011年1月27日、シュルームリーというサイトに Altoid というユーザーがある投稿をします。シルクロードというサイトを見つけたんだけど、Tor による匿名化が約束されたサイトみたいで、何でも匿名で売買ができるみたいなんだ。なんかそこで買おうと思っているんだけど、誰かこのサイトについて知ってますか？一応安全なのか確認したくて、僕はシルクロード420 wordpress.com でこのサイトを見つけたんだけど、Tor ブラウザがあれば自動的に実際のこのサイトに飛ばされる。みんなの意見聞かせてくれ。後に FBI の調査でわかるんですけど、この投稿をしたのはシルクロード創業者のウルブリヒト本人だったそうです。そうなんです。本人がね、サイトを売るために投稿した宣伝だったんですね。そのアウトイルなんですけど、今度はビットコインのビットコインフォーラムに2011年10月11日にこのような投稿をしました。ビットコインコミュニティで最も優秀な IT プロを探している。ビットコインベンチャースタートアップの会社でリードデベロッパーとして働いてほし
し、興味がある人は、losulbricht@gmail.com にメールください。ダークウェブにアクセスしてね、匿名で活動しているのになんでこのメールアドレス使うんですかね。ロスウルブリヒト。本人の普通に名前使っちゃってるんですよね、Gmail で。これ一番ダメなやつですよね。このね、Gmail とかで名前と4桁の数字が書かれていたら、大体ね、その人の誕生日だったりするしね、みんなダメだよ。気をつけてね、そういうとこ。後にね、FBI の調査でわかるんですけど、この投稿とウルブリヒトとシルクロードをつなげるヒントになったそうなんですね。そりゃそうだろう。一方、シルクロード上では、サイトの拡大に伴い、表に出る管理者が必要となり、ウルブリヒトはここで自分のことを Dread Pirate Roberts、短くして DPR と名乗るようになります。この名前は、プリンセス・ブライドという1973年に書かれた小説の中に出てくるキャラクターから来ていて、物語の中でもね、いろんな海賊がロバーツの役割を仮面とともに引き継ぐという設定のため、シルクロードにおいてもね、複数人がね、この名称を担っているという意味合いをね、出したかったのかもしれませんね。ただ実際、ウルブリヒト一人で様々な人を雇いながら管理していたとされています。2011年6月、エイドリアン・チェンという記者がシルクロードの存在を知り、シルクロード上でユーザーに対するインタビュー依頼を投稿します。記事の投稿を阻止することは不可能だと感じたウルブリヒトは、チェンの取材依頼を承諾。そこで彼はね、このように回答したんです。国は暴力、抑圧、窃盗、あらゆる強制を生み出している。国に税金を納めるのではなく、自らのエネルギーをブラックマーケットに直接投入した方がいい。ウルブリヒトの思念にシルクロードを通してリバタリアニズムを実現し、現在の政府や社会に革命を起こしたいという思いがありました。リバタリアニズムとは、国家の干渉に対して個人の不可侵の権利を推護する政治思想で、自由至上主義とも言われていて、国家や政府による合理的計画よりも自律的な個人の活動の方が社会的利益を最大化するという考えだったり、他者の自由を侵害しない限りにおける各人のあらゆる自由を尊重しようという思想なんです。なので、ウルブリヒトはね、この売買についてもね、同じような考えを持っていたんですね。そしてシルクロードのユーザーからは DPR は競争的な役割を担うようになっていきます。インタビューでも、死ぬまでに人類の未来に大きなポジティブな影響を残したいと話していて、シルクロードのユーザーもリバタリアン、アナーキスト、自由主義、無政府主義者と名乗る者が多く存在していました。2011年12月にはウルブリヒトは毎月50万ドル、現在の価値でね、6700万円ほど稼いでいて、2012年3月には毎週50万ドル、この額はね、ビットコインの価格高騰と並行して膨れ上がっていきました。そしてウルブリヒトの中で理想、成功を求めるあまりね、彼の中でどんどん変化が起きてきて、このシルクロードのウェブサイトの邪魔者になり得る人物の依頼をしてしまったんです。そしてそのメッセージの記録が全て残っているんですね。メッセージのやり取りの記録から浮かび上がるね、ウルブリヒトの本性について、情報を公開すると脅迫されているので、科学者の名前と住所を教えてもらえば、強行手段で解決したいと思います。結構生々しいね、具体的な詳細とかもあるので、こちらはね、直木マンションのオンラインサロンの方で動画をアップしたいと思うので、気になる方はチェックしてみてください。そんな彼の終身刑ということについてね、様々な議論が上がっていて、いくらね、扱うね、サイトだったとはいえね、終身刑はさすがに厳しすぎるんじゃないかと。実際アメリカ政府はサイバー犯罪を犯した人物への罰則は非常に厳しく、レディットの共同創業者であるアーロン・スワーツは、論文データベースの JSTOR から学術雑誌の記事をダウンロードした計画的な犯行に関与したとして、連邦当局に逮捕され、最長で35年の懲役刑に課さられる可能性に直面した後に、自らの命を絶ってしまっています。どれぐらいの重さの犯罪か具体的にちょっとわかんないけど、35年は確かにえぐいね。長すぎるわ。ウルブリヒトの終身刑はアメリカという国のね、民主主義を打倒、国への攻撃だと捉え、彼らが今まで作り上げてきた管理システムを脅かす存在だったからではないかと。ただ、知らしめのようなね、判決を下されたウルブリヒトですけど、逮捕された2013年から2018年にかけて禁止のブラックマーケット上の販売は増加していて、シルクロードの代わりとなるサイトは次から次へと立ち上がっているんです。もう一つ注目を浴びたのが、このシルクロードのね、調査の過程で、取締局がアメリカ国家安全保障局 NSA からね、情報を受け取っていたのではないかという報道です。NSA といえば、エドワード・スノーデンの暴露によって Google や Facebook のサーバーにね、直接アクセスし、ユーザーデータを収集していたという報道で問題視されましたが、今回も NSA が情報を渡し、パラレルコントラクションという手法を使って NSA から情報を受け取っていた事実を隠していたと。パラレルコントラクションとはね、操作方法の一つで、ある何らかの秘匿したい操作方法
法 A を隠すために、あたかも別の操作方法 B でのみ操作したかのように見せかけることを言います。まあそんなウルブリヒトですけど、2021年刑務所に入ってね、8年後にね、このビットコインカンファレンスのインタビューに応じていて、彼はね、このように語っているんですね。僕は世の中にとっていいことをしようとしていただけだ。もっと自由で公平な世の中に進む手助けを。だが、地獄への道は最善で舗装されている。そしてその通り、僕は今、地獄にいる。そしてもう一つ、興味深いダークウェブのサイトが、ベサマフィア。ベサマフィアとはね、実際に存在したを派遣するディープウェブに存在するサイトで、歌い文句はナンバーワンヒットマンマーケットプレイス。いやいや、お前らに張り合うね、いやマーケットプレイスさすがにないだろ。まあこのディープウェブでね、受け負うサイトはまあみんな都市伝説でね、たくさん聞いたことがあると思います。僕もね、実際に動画にしましたし、ただほとんどそういったサイトは詐欺サイトなんですね。実際にこのベサマフィアも詐欺サイトの一つでした。ただサイトの運営者が逮捕されるまで依頼をねした人は相当数いたそうで、実際にその中でされた人もいたようなんです。2016年2月、数々のウェブサイトでベサマフィアというサイトを閉鎖してほしいという内容の投稿がされました。これらサイトは似たような文章で、このサイトで詳しく説明していると訪問者を誘導し、そこではね、ベサマフィアの背景を説明していました。まあ後に分かったことなんですけど、これもシルクロードと同じようにね、これは全てマーケティング商法で、ベサマフィアで実際にね、が存在しているっていうね、ことを信じ込ませるために行っていたようなんです。ただここではサイトを閉鎖してほしいというネガティブマーケティングをすることでね、知名度を上げるという方法を使っていました。なのでまあちょっと炎上商法みたいな感じ。その頃、クリス・モンテイローというロンドン在住のシステムアドミニストレーターは、趣味でネット上のサイバー犯罪を調べては自身のブログサイトパイレットロンドンで暴露していました。ベサマフィアにおいてもすぐに詐欺サイトだと突き止め、2016年2月21日にアサシネーションスキャム詐欺と題した記事を投稿。そこでは詐欺サイトだと結論付けた様々な理由を述べているんですけど、投稿してすぐにベサマフィアのサイト運営者と名乗る者からメールが届きます。ディープウェブのベサマフィアというサイトの運営の一人です。ブログを拝見しました。金銭をお支払いしますので、正当なレビューをしていただくことは可能ですか？我々のサイトはマーケットプレイスで多くのメンバーが登録しています。よくある小規模なヒットマンサイトとは違います。本物であるということを証明させてください。ユラ。本物であることを証明させてくださいって怖すぎ。何するの？まあこれについてモンテイロはね、もちろん返信し、その後ね、やり取りして、そのやり取りが実際彼のブログにアップされているんですけど、まあちょっと長くなるので省略すると、途中でサービスの証明としてあなたの嫌いな人の名前、写真と住所をいただければ、ひどい目に合わせることは可能ですがどうでしょうっていう連絡が来るんですね。まあもちろんね、モンテイロはそのことについて断ります。みんなもね、こういう時さすがに断ると思うけど、なんかめちゃくちゃ憎い人物とか、うわこいつね、どうにかなくなってほしいなみたいな人っています？いたら恐ろしいよ。もちろんいないでほしいんだけど、ちょっとね興味本位で聞くけど、いる？僕はもちろんいません。へえ。数ヶ月が経ち、2016年4月10日、モンテイロのブログのコメント欄にこちらの動画の URL が投稿されます。A4 の紙にはベサマフィアの M ギャングメンバー、ディープウェブ、サイトの URL とパイルツロンドンに捧げます。2016年4月10日の文字。その後に何者かが車に火をつける映像が流れます。これは実際にカリフォルニアで行われた犯行で、他にも数件似たような動画がベサマフィアが詐欺だと発信していた投稿者に向けて投稿がされました。事態の深刻さを目の当たりにしたモンテイローは警察に通報するんですけど、車がモンテイローがいたイギリスではなくカリフォルニアで放火されていたことから管轄外ということで何も動いてくれませんでした。そこでモンテイロー動きます。サイトをハッキングし、サイト上で行われていた全てのやり取りにアクセスすることに成功。その中にはカリフォルニアの車動画の撮影を依頼しているやり取りや、フリーランス SEO コンサルタントにウェブ検索で上位に表示されるように依頼している内容や、最初に説明した数々のベサマフィアについてのブログサイトの投稿など、まあ確かにサイト自体はね詐欺だったんですけど、まあでもやることはやってる感じですかね。一番恐ろしかったのは、このサイトがね本当のサイトだと思い込んで、数々の人がね
を依頼していたことなんですね。ここではベサマフィアも犯罪者なんですけど、ユーザーも犯罪を依頼しているという意味で全員ね犯罪者だということ。モンテイロはねこれらの情報を握ってしまったので当局に渡そうとするんですけど、またもやね管轄外ということで相手にされませんでした。そこで新たなハッカー BRPSD というものが現れます。彼も同じくベサマフィアの存在を明るみにしたく、ハックした情報を全てネット上に上げたんです。そこには2500以上のメッセージのやり取り、250のメールアドレスやパスワードなどのアカウント情報、38件の殺害依頼、その他60以上の相手の写真などが含まれていました。そのやり取りっていうのがめちゃくちゃリアルで恐ろしくて、例えば妻の不倫相手を害してほしい、またね自分のね臓器を売る代わりに割引してくれないかという内容だったり、また自転車事故に見せかけて害してくれないかとか、またねもっとね具体的に依頼する人もいて、2010年式の白色の日産に乗っている女性を金曜日の9時にターゲットというショップから出てくるタイミングでやってほしいという依頼など、指示が具体的すぎますよね。でも恐ろしくないですか？実際にこういったことをね依頼している人が現実にいるんですよ。こういったね普通の日常の裏ではねこういった依頼が行われていて、それをね本当に実行する人もいるかもしれない。そしたらどんだけ世の中がね恐ろしいのか。モンテイローは BRPSD がハックしてくれた内容をもとに2016年7月、ジャッジ・ジュリーというハッカー仲間と共にベサマフィアのサイトを閉鎖することに成功します。サイトにアクセスしようとする人はこの新たなサイトにリダイレクトされるようになりました。そこには閉ざされた錆びれたドア、そしてこのように記載されていました。ベサマフィアは閉店しました。6ヶ月間にわたり犯罪者に作業してきた結果、100ビットコインおよそ6万5000ドルを盗みました。結果誰もていませんし、損害を受けてはいません。この件は一見落着と思われていましたが、半年後の2017年1月、この事件が新たな進展がありました。モンテイローはイギリスの国家犯罪対策省から連絡を受け、極秘ミーティングへの参加を依頼されます。そこで彼は今までまとめてきた情報や殺害依頼をしてきた危険と思われる人物のリストやベサマフィアの手口など A3 の用紙にまとめて渡します。その危険者リストの上位にいたのが Dark Day Guard というユーザー名の人物でした。彼は妻をタイと2016年2月にベサマフィアのサイトに依頼を送っていて、そこから数ヶ月にかけて被害方法を相談していました。ターゲットはエイミー・アーワイン。ただもちろんね詐欺サイトなので5月に入ってもはね実行されず、痺れを切らしたダークデイガードは返金を要求します。その時点でダークデイガードはベサマフィアに1万3000ドル、現在の価値で177万円ほどを支払っていましたが、返金はされません。その後ね先ほど説明した流れでサイトのハッキング閉鎖が行われるんですけど、11月13日エイミー・アオマイは死亡します。結局暗殺が行われていた。現場を目撃したエイミー・アオマイの旦那のステフェンは911をかけ、妻が拳銃でと思うと告げます。そこでこの事件のね捜査が行われるんですけど、みんなもう分かりますかね。なんと犯人は旦那のステフェンだったということが判明します。そう、ステフェンが依頼をしていたダークデイガードだったんです。ステフェンは妻に70万ドルの生命保険をかけていて、自分自身不倫をしていました。実は半年前の5月31日に FBI がエイミーとステフェンに連絡をし、ディープウェブでエイミーに殺害依頼をした人がいるという事実を告げていたんですけど、この事件はね結果防ぐことはできなかったんですね。この殺害依頼をした人がね旦那のステフェンだったってことは探れなかったんですかね。ディープウェーブね匿名性が守られているからその辺も守られていたのかわかんないけど、どうにかできた気もするよね。その後 NCA は国際的対策室を設置し、ベサマフィアにした人物数名を殺害の共同防御の容疑で逮捕します。2017年3月にはイギリスの医師がファイナンシャルアドバイザーの殺害を依頼した件で、2017年12月にはイタリア人女性が元恋人の殺害を依頼し6年の懲役刑判決を受けました。その同じ月にもうとっくにね牢屋に入っているであろうと思われていたユラからねモンテイローにね連絡が来ます。その内容は詐欺サイトだと暴露するのをやめろ的なことだったんですけど、2018年になり CBS の48時間アワーズというテレビ番組からモンテイローに出演依頼が届きます。その出演に伴い判明するんですけど、ユラはその後コサノストラっていう別のサイトを立ち上げていて、そのサイトもモンテイローはハッ
クすることに成功します。そのサイトのメッセージ記録で判明した情報を CBS に伝え、なんとそこから CBS を通して地元警察へ情報提供し、数名の逮捕にもつながりました。なんとこの番組内でユラもこのような形で出演しています。いや、ユラ見た目がいかにもすぎますよね、これ。これ以上にないぐらい悪役の見た目してるよね。モンテイローは彼が所有する情報を再度 NCA にね、提供しようと試みますが、ホワイトハックとはいえね、違法な方法で取得した情報であるため相手にされません。また、ユラに至っては犯罪者相手に作業していること、またサイトに依頼することで犯罪を防いでいるとまで言い張っていて、自分はライフセーバー、命を救っているとまで主張しています。またどこまで本当かわからないんですけど、ユラはね、警察とか FBI と連携して情報交換しているって言ってるんですね。まあそれに対してね、ハッカーの何でしたっけ、BRPSD はね、まあそれは全て嘘でね、ユラはね、金のことしか頭にないと言っているんです。モンテイローはその後もユラに限らず、ダークネット上の依頼を調査し続け、このような形でスレッドシートにまとめて公開しています。これは2018年から2019年9月までのデータなんですけど、なんと日本からもね、はい、4件依頼が届いてますね。いや、怖いわ。結構これシャレなんないやつですよね。なんすかね、みんなそんなに依頼したいんですかね。そんなにね、世の中で消したい人がいるんですかね。そのことに僕は驚きですね。このダークウェブのサイトとかっていうよりかは。どうでしょう、このダークウェブの全貌。まあね、都市伝説でいろんなことが言われてるけど、実際にこういったことが行われていたのは現実でリアルなんです。まあこう思うとね、世の中恐ろしい、怖いと思うかもしれないですけど、安心してくださいとは言えないかもしれないけど、もちろんね、こういったホワイトハッカーみたいな人たちもね、防ごうとしていますので、まあ現代では管理社会じゃないですか。まあ芸能人のそうそうとかね、YouTuber とかいろんなね、彼らの行ってきた裏でのね、悪いこととかがどんどん全て明るみに出てきてるから、まあダークウェブでね、行われているようなことも全てもう明るみに出ちゃうと思うんですよね、おそらく。この管理システムはもう止められることができないですよね。まあ良くも悪くもね、犯罪とかは止められるけど、まあ同時にプライバシーもなくなるよみたいな。みんなはどっちがいいですかね。まあどっちかしかない気がするんですよね。プライバシーをなくして犯罪を抑える。あるいはね、プライバシーを守りながら裏ではそういったことが行われる。まあそれは人間の差がだからどうしようもないじゃないですか。もちろんみんなが自立できたらね、いいとは思うんですけど、どうしてもそういったね、悪いことをしたくなる人たちがいるから、どっちかな気がするよね。まあこれはしょうがなく世の中の方向的にはその管理社会に進んでいると思う。皆さんの意見を聞かせてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。